ビヨンド動画ディレクターのクレメアです。今回のテーマは体験版で10秒動画を1本作ろう。まずは事前準備について。今回はこちらの動画を一緒に作っていきます。ビジネスアニメ制作なら〇〇スタジオ。興味がある方はお気軽にお問い合わせください。制作時間の目安は約30分。テーマはアニメーション動画制作会社の PR です。まずは事前準備としてパソコンを準備し、ビヨンド体験版に登録するところまで終わらせておいてください。まだ登録がお済みでない方は動画の概要欄にビヨンド公式のリンクを貼っておきますので、そちらからページを開き、フリートライアルボタンからご登録ください。今回解説してくれるのは動画制作未経験の30代主婦から月10万円稼ぐビヨンド動画クリエイターになり、今も一緒に仕事をしているハラミさんです。今回はこの動画を作ったハラミさんに作り方の解説と作る時のポイントについて解説してもらいます。それではハラミさん、よろしくお願いします。こんにちは。ビヨンド動画クリエイターのハラミです。私はビヨンドを始める前は子育てをしながらイラストの仕事をしていました。とてもやりがいはあり、大好きな仕事だったのですが、子供が寝た後しか作業時間が確保できず、思うように稼げていませんでした。そんな時出会ったのがビヨンド。動画制作は全くの未経験でしたが、今では以前と作業する時間は変わらないのに、月に10万円を稼げるクリエイターになることができました。主に企業の PR 動画を担当し、このような動画を作ってきました。今回の動画は、これからビヨンドを始めたいなと思っている人向けの10秒動画のチュートリアルです。制作時間約30分とちょっぴり長丁場になりますが、ぜひ一緒に作っていきましょう。それでは制作を始めます。まず、新しく動画を作成するためには、ビヨンドのページの一番右上にあるクリエイトアビデオをクリックします。クリックするとスタイルを選択するページになります。ここでどのスタイルを選んでも、はじめの1シート目のサンプルが違うだけで、使える機能や素材が変わってくるということはありません。どれか一つ選んで先に進んでみましょう。これで新しい動画ファイルが作成されました。1シート目のサンプルは使わないので、右クリックでデリートか、デリートキーを押して削除しましょう。さて、いきなりですが、ここで問題です。ビヨンドで動画を作るとき、一番にすることは何でしょうか？ 1、キャラクターを作る。2、動画で使う色を決める。3、絵コンテを作る。正解は2の動画で使う色を決めるでした。ビヨンドで動画を作るときは必ず初めに色を決めてから制作を進めています。最初に色を決める理由は先に色を決めないと全体のバランスが悪くなってしまうからです。例えば、一つの動画の中にこのような画像とこのような画像があったとします。全然違うイメージの色を使ってしまうと全体のバランスが悪くなり、ダサく見えたり浮いた感じになってしまいます。このようなことを防ぐためにも初めに色を決めましょう。今回の動画ではこちらの色を使います。このシャープから始まる6桁の英数字はカラーコードといって色を指定する番号のことです。例えば、白はシャープ FFFFFF、黒はシャープ000000です。この6桁の英数字を入力することで全く同じ色を設定することができるのでめちゃくちゃ便利ですよね。サンプル動画に使用したカラーコードは概要欄にも書いておきますので、ぜひコピペして使ってください。さて、使用する色が決まったので、色の設定をしていきます。色を設定するときは、右上のこの白い四角の部分をクリックすると、色の設定ボックスが開きます。ビヨンドで色を変更する方法はいくつかあるのですが、私の場合、だいたいカラーコードが8割、カラーチャートが1割、スポイトが1割ぐらいの割合で使っています。今回は一番使う頻度が高いカラーコードを使っていきましょう。最初に決めたカラーコードをここのシャープの後ろに入力すると色が変わります。設定した色は色が表示されている四角いところを右クリックして Add Quick Access を選択し登録しましょう。クイックアクセスに登録しておかないと動画内に使用している色以外は履歴が残らないので、あれ？はじめに決めた色はどんなだっけ？と使いたいときにすぐ使うことができません。そうなるとカラーコードをもう一度入れて色を設定したり、それならまだ良いのですが、私みたいにめんどくさがりな人間だと、カラーチャートから似たような色でごまかしちゃおうかなと、悪魔の囁きに耳を貸してしまうと、色のバランスが崩れてしまい、はじめに色を決めた意味がなくなってしまいます。クイックアクセスは色だけでなく、キャラクターやエフェクトでも使えて、作業時間短縮にもなるので覚えておきましょう。次にキャラクターを作ってみましょう。
ビヨンドにはビジネスフレンドリー、ホワイトボードアニメーション、コンテンポラリーの3つのスタイルがあり、既存のキャラクターが合計で1558個収録されています。そしてビヨンドにはオリジナルキャラクターを作る機能があるので、例えばこんな感じに自分の好みのキャラを作ることができます。今回は PR 動画で登場することが多い30代男性会社員、30代女性会社員の2つのキャラを作成していきましょう。キャラクターを作るには、左上の左から2番目の人型のアイコンをクリック。人型のアイコンにプラスマークがついている Create New Character をクリックします。すると、動画を保存するか聞かれるので、Save and Go をクリックして先に進みましょう。キャラクターを作成するときは、まずはじめにスタイルを選択します。今回は真ん中のビジネスフレンドリーで作ります。ちなみに、コンテンポラリーのオリジナルキャラクターは体験版では作ることができません。まずは男性キャラクターを作るので、左側の男性のシルエットをクリックします。ビジネスフレンドリーのキャラには、ボディタイプが5パターンあり、細身からがっしり系、子供まで作ることができます。このビジネスフレンドリーでは、キャラクターの細かい特徴まで設定できるので、社長アニメーションに登場させたいです、などの希望にも応えることができます。こちらがキャラ作成のページです。顔、洋服、ズボン、靴、小物を設定できます。まずは顔から作っていきましょう。フェイスから輪郭と肌の色を設定します。輪郭はこれにしましょう。続いて、色はここの四角をクリックすると変更することができます。カラーコードで色を設定できるので、肌はシャープ FCE2C4 にしましょう。続いて髪型です。髪型もバラエティ豊富な種類があるのですが、今回はおとなしめなこの髪型にしていきましょう。こんな感じで、口、目、眉毛、鼻も設定していきます。メガネをかけたいので、一番下のアイウェアからメガネを選択。色をシャープ333333に変更します。続いて洋服です。いろんなパターンがあるのですが、会社員なのでスーツを選びました。こちらはスーツとネクタイの色を変えることができるので、それぞれカラーコードを入力。シャープ 3161AD。ネクタイは、シャープ F7CC60 を設定していきましょう。次に、ズボンと靴はこのままで OK なので、ズボンの色だけを、シャープ333333に変更します。これで完成です。右上のオレンジのセーブをクリックし、編集画面に戻りましょう。続いて、女性キャラクターを作ります。先ほどと同じように、人型のアイコンにプラスマークがついている Create New Character をクリック。ビジネスフレンドリーを選んで、右側の女性のシルエットをクリック。女性キャラにもボディタイプが5パターンあるので、今回は男性キャラと合わせて、左端のタイプを選択します。輪郭は初期設定のままで使うので、肌の色を男性キャラと同じ、シャープ FCE2C4 に設定します。髪型はおとなしめ。口はリップありを選択。
リップの色はこのピンクにしましょう。続いて、目はこれを選んでいきます。今回選んだ目には3種類色を選べるのですが、左は目の色。真ん中は二重の線の色。右はまつげの色です。耳はピアス付きのものにして、次に洋服を選びます。スーツはシャープ 3161AD。中のシャツはシャープ FFFFFF にします。次にパンツを選びます。色は爽やかに白にしましょう。パリッとした印象にしたいので、ヒールを選んで、色はスーツと同じ、シャープ 3161AD にまとめましょう。これで女性キャラも完成です。セーブを押して編集画面に戻りましょう。キャラの名前をつけるのをうっかり忘れてしまったので、ここからリネームをクリックして名前を変更しておきましょう。今回男性キャラと女性キャラを同じタイプの色でまとめることを意識してみました。色をまとめたことによって、こんな感じで統一感が出てきます。ちなみに、このように色をまとめないと、こんな感じになります。どうでしょうか？統一感なく、キャラが浮いてしまいます。キャラ作成の時も、初めに決めた色から浮かないよう、同じタイプの色でまとめましょう。さて、続いて音声を入れていきましょう。ビヨンドは、英語や中国語や日本語など様々な国の言語で機械音声を使うことができます。機械音声の入力方法は、左上の一番右の音符のアイコンをクリック。マイクのアイコンのプラス部分をクリックし、テキストトゥースピーチをクリックすると、機械音声の入力ボックスが開きます。日本語の機械音声を入れるには、ボックスの下の English と書いてある右の三角をクリックし、ジャパニーズを選んでください。日本語は女性の声が3パターン、男性の声が2パターンありますが、今回はフィメール、ミサキを選択します。次にボックスに文章を入力し、真ん中の赤いロボットの顔のボタンを押します。これで機械音声の設定完了です。機械音声は時々イントネーションがおかしいものもあるので、再生ボタンを押して確認してみましょう。イントネーションを調整したいときは、ひらがなやカタカナ、英語などを試してみるのもありです。ちなみに、台本の文章すべてを入力してしまうと、アニメーションと音声のタイミングを合わせるのが難しくなるので、1行、または1段落ごとの入力がおすすめです。残りの機械音声も入れていきましょう。2つ目からは設定をそのまま使いたいのでコピペしましょう。複製された音声を右クリックし、セッティングから文章を変更します。これで機械音声の設定が完了です。色、キャラクター、機械音声の設定が終わったので、次はアニメーションを作っていきましょう。ビヨンドではアニメを作成する方法が、白紙の状態から作ると、テンプレートを利用して作るの2パターンあります。今回は最初のシーンをテンプレを使って作っていきます。テンプレートとは、あらかじめビヨンドに収録されているお手本です。ビヨンドには1972点ものテンプレが収録されているので、オリジナルキャラと入れ替えたり、背景の色を変えたり、自由に編集することで簡単にアニメを作ることができます。では、テンプレを使ってみましょう。
まず、シートのところで、プラスマークをクリックし、Choose テンプレートをクリック。すると、カテゴリー別にテンプレが出てくるので、一つ一つ見ながら直感で選ぶこともできます。パソコンを使ったシーンでテンプレを使いたいので、検索窓にパソコンと入力します。パソコン関係のテンプレがたくさん出てきましたね。今回は左から4つ目のテンプレを使っています。使うテンプレが決まったらクリック。編集画面に反映されます。次に人物をオリジナルキャラに入れ替えます。画像の入れ替えはリプレイスという機能を使います。まず女性キャラから入れ替えてみましょう。左側の人物を選択し、右2段目、左端のリプレイスボタンをクリック。そして左2段目、左から2番目のキャラクター設定のボックスを表示。ファイルマークのところにオリジナルキャラが保存されているので、女性キャラをクリック。これでキャラが入れ替わりました。続いて、右側の人物もオリジナルキャラに入れ替えましょう。背景の色を初めに決めた青にしたいので、右上のカラー設定をクリックし、クイックアクセスから変更しましょう。今、男性キャラが女性の方を向いていますが、正面を向いてもらいたいので、男性キャラを選択し、右上、左から3番目の顔のアイコンのエクスプレッションをクリック。ここでは表情と顔の向きを変更できます。ディレクションが現在レフトになっているので、フェイスカメラに変更。男性が正面を向いてくれましたね。さて続いて、パソコンの画面にビジネスアニメ制作ならとテキストを表示させるために、パソコンの中に入れ込まれている画像と色を変えていきましょう。Beyondには画像の中に画像を入れ込むことができるマスク機能というものがあります。今、画面中央に表示されているパソコンはマスク機能を使って画像が入れ込まれています。マスク機能を使うとオンラインミーティング、吹き出しなどこんな表現ができるようになります。今回はマスク機能を使い画像を入れ込まないのですが、テンプレを利用した場合、初めからマスク機能が使われていることがあるので、初期設定の画像を消していきましょう。右2段目、左から2つ目のリプレイスの隣にある四角と丸が重なっているマークのボタンを押します。すると、マスク機能の設定ボックスが開くので、現在表示されている画像を右上のリムーブを押して削除します。続いてパソコンの色を設定していきます。パソコンを選択すると右上に3つの色が表示されています。画面部分と枠の部分をクイックアクセスから白を選んで変更しましょう。続いてテキストを入力します。今回はパソコンの画面部分にビジネスアニメ制作なら〇〇スタジオという文字を表示させます。まず、左上、右から2番目の T のボタンをクリックします。すると、テキストの設定ボックスにいろんなデザインが表示されます。今回はシンプルにテキストだけを入力したいので、左上の画像をクリックします。Add a Title というテキストがそのまま画面内に表示されるので、テキストを選択して、デリートキーで削除します。それから、ビジネスアニメ制作ならと打ち込みましょう。続いてフォントサイズの変更です。まず、右2段目の左から2番目の A のボタンをクリック。テキストの設定ボックスが開くので、上から2段目のサイズからフォントサイズを変更します。今回はビジネスアニメ制作を28、ならを18に設定します。続いて、文字の色の変更です。ビジネスアニメ制作を選択し、A のボタンの隣のカラーをクリック。
はじめにクイックアクセスに保存したピンクに変更します。ビヨンドにはあらかじめ収録されている画像がたくさんあるのですが、この画像のことをプロップと言います。ちなみにプロップは英語で小道具という意味だそうです。左2段目の上左から3番目の椅子のマークのボタンをクリックすると、収録されているプロップが表示されます。プロップは細かい部分まで表現されているビジネスフレンドリー、白黒のホワイトアニメーション、フラットデザインのコンテンポラリーと3つのカテゴリーに分かれているので、全体から使いたい画像を選んでもいいのですが、今回は検索バーからスターもしくは星と入れましょう。ビヨンドでは一部日本語対応をしています。一番右のコンテンポラリーを選択。その中からこのキラキラ、スパークルを選びます。画像をクリックすると画面に反映されました。続いてプロップのサイズを調整していきます。画像の調整方法は縦横比を固定して変形。縦横比関係なく自由に変形の2パターンがあります。今回はキラキラの幅を細くしていきたいので、キラキラをクリックし、シフトキーを押しながらサイズを変えていきます。ちなみに縦横比を固定したままサイズを変える場合は、シフトキーを押さないで画像のサイズを変更してください。続いて、キラキラの色を変えていきます。先ほどパソコンの色を変えた時と同じように、カラー設定をクリックし、はじめにクイックアクセスに保存した黄色に変更します。今回の画像のように、右上にカラー設定が表示されるものは色の変更ができますが、中には色の変更ができないプロップもあるので、いろいろ試してみてください。色とサイズが決まったら、コピー&ペーストをして、複製。向きを反転させたい場合は、画像を選択し、右クリックしてミラーをクリック。パソコン画面の四隅に置いてバランスを整えます。次はカメラ機能を使います。カメラ機能とは、アップから全体を映す、全体からズームするなど、本物のカメラで撮影しているような動きをつけることができる機能です。今回はカメラ機能を使って文字のみの状態からパソコン画面が映るようにズームアウトさせる動きをつけていきましょう。カメラ機能を使うときに人物が被ってしまうので、今作ったシートをコピー。1枚目のシートの人物を削除します。続いて右上にあるカメラのボタンを押します。すると濃いオレンジの枠が現れます。この濃いオレンジが最初にカメラが映すシーンです。枠をはじめに画面に映したい部分に合わせます。次に Add Camera Movement をクリックすると薄いオレンジ色の枠が現れます。この薄いオレンジの枠は最終的にカメラが映すシーンです。今回はアップにした部分からカメラがズームアウトして画面全体が映るように設定していきます。続いて、モーションパスを使ってビジネスアニメ制作ならをパソコンの上に動かして、下に空間を作って〇〇スタジオと表示させていきましょう。モーションパスとは、キャラクターや文字、プロップを画面内で移動させたり、大きくしたり、小さくしたりすることができる機能です。モーションパスの設定方法ですが、まず右上の4連の丸のマークのボタンを押します。すると、モーションパスの設定ボックスが開きます。初期設定は、モーションパスが設定されていないので、ノンとなっていますが、ここをクリックすると、いっぱい矢印が出てきます。この矢印は、画像の動きを表しています。今回は、テキストを上に動かしていきたいので、上向きの矢印のモーションパスを選択します。すると、元のテキストから薄く表示されているテキストに向かって矢印が伸びるので、動かしたい位置に調整して設定完了です。そして、〇〇スタジオをパソコンの画面の下寄りの部分に置きます。続いて、シーントランジションを設定しましょう。シーントランジションとは、動画が始まるとき、画面が切り替わるときのアニメーションなのですが、
この部分に場面切り替えが入っていると不自然なので、テンプレ初期設定のシーントランジションを削除します。このままだとビジネスアニメ制作ならと〇〇スタジオが同時に表示されてしまうので、タイムライン上でアニメーションのタイミングを調整していきます。いよいよ最後のシートになりました。ゴール直前ですね。3枚目のシートは背景を変えてみましょう。ビヨンドには模様や背景など589種類の背景が収録されていて、目的によって使い分けることができます。では早速、背景を選んでみましょう。背景は右上の画像マークのボタンをクリックすると、収録されている背景が表示されます。いっぱいあって迷っちゃいますが、今回はバブルを選んでみました。この背景には、バブルがふわふわしたような動きをするアニメーションがついています。クイックアクセスから1シート目と2シート目と同じ水色を選択しましょう。最後のシーンはテキストがなくても表現できますが、視聴者の方々が動画を見るとき、音声がなくても理解してもらえるように、大事な部分にはテロップを入れていきます。このシーンの場合、背景の上にそのまま文字を表示させると読みにくくなってしまうので、テキストの下に白いボックスを置いてみましょう。白いボックスはプロップの検索窓にレクタングルと入力し、出てきたコンテンポラリーの長方形を選択します。そしてその長方形の色を変更し、サイズをシフトキーを押しながら調整。テキストの下に置きます。次にキャラに動きをつけていきます。まず、キャラを選択し、棒人間のボタンのアクションをクリック。女性キャラに電話を持たせたいので、検索バーにポンと入れて動きを選びます。顔が無表情なので、右上、左から3番目の顔のアイコンのエクスプレッションをクリック。ハッピーを選択します。続いて、男性キャラにはパソコンを持たせたいので、検索バーに PC またはパソコンと入れて動きを選びます。男性キャラが女性の方を向いているので、右上、左から3番目の顔のアイコンのエクスプレッションをクリック。ディレクションでフェイスカメラをクリックし、正面を向いてもらいましょう。続いてエフェクトを設定します。文字、画像、キャラクターが画面に表示されたり、画面から消えていくようなアニメーションをつける場合には、右矢印が箱に向かっているエンターエフェクトと、右矢印が箱から出ているエグジットエフェクトがあります。今回は、各キャラのエフェクトにサイドアップを追加し、ワンテンポ遅れて表示させるためにタイムライン上で位置を調整します。ちなみにタイムラインとは画面の一番下の部分で、シートごとに各シートの再生時間や画像、テキスト、音声、BGM のタイミングを編集することができます。各シートの下にある白抜きの長方形は画像、キャラクター、テキストが表示されるタイミング、再生時間を表しています。この緑のバーは画像やキャラクターが出現するアニメーションの表示されるスピードを設定することができます。この青いバーはモーションパスを使ったときに画像が移動する時間やタイミングを設定できます。さて、いよいよ最後のシーンです。最後のシーンではロゴを表示させます。ロゴにはふんわり出てきて欲しかったので、エンターエフェクトのフェードを設定しました。ここまででアニメーションの制作は完了です。完成まであと少し。最後の仕上げ、BGM を設定していきましょう。BGM は左上の音符のマークのボタンをクリックすると、BGM 設定のボックスが開きます。その中からイメージに合う BGM を選んでクリックすると、動画に挿入されます。初期設定のままだと BGM の音声がすごく大きいので、
タイムライン上の BGM を右クリックし、セッティングからボリュームを調整しましょう。だいたい 20% から 30% ぐらいがちょうどいいかなと思います。最後にプレビューを押して完成した動画を確認してみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様です。これで1本ビジネスアニメーションが完成しました。最後にプレビューを押して完成した動画を確認してみてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。動画制作お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか？初めての動画制作なので戸惑ったり大変な部分もあったかと思いますが、まずは1本作れた自分を褒めてあげましょう。これからどんどん作品を作っていけば制作時間も短くなり表現の幅も広がっていきます。初めは気になる動画の模写から始め、とにかく真似をしてたくさん動画を作ってみてください。もしチュートリアルでわからないところがあったらぜひコメント欄で教えていただければと思います。こちらの公式 LINE では私が動画制作未経験、全くの初心者から3ヶ月で企業案件動画を受注した方法や副業のビヨンド動画制作で月10万円稼ぐ方法を紹介していく予定です。何をすればいいかわからない、時間がない、継続できないと悩んでいて、短期間でビヨンド動画制作スキルを手に入れてなりたい自分を実現したいのであれば、ぜひ動画下の概要欄から登録しておいてください。私が直接あなたの相談に乗る無料相談や動画制作依頼も LINE から受け付けています。有料級の無料特典も今後配布予定ですので、消えてしまう前に登録しておいてください。また、このチャンネルではアニメーション動画の力をあなたにをテーマに、短期間でビヨンド動画制作スキルを習得し、自分の人生を豊かにしていく方法をできるだけわかりやすく紹介していきます。そういった動画を見逃したくない人は、ぜひ今のうちにチャンネル登録と隣のベルマークのクリックもお願いします。今回の特典パートは3つです。1つ目、体験版で作った動画どうなるのかについて。おそらく見ていただいている方の多くは体験版を使っていて、今作った動画は無料期間が過ぎたらどうなるのかと気になっているのではないでしょうか。皆さんご安心ください。体験版で作った動画は18ヶ月クラウド上に保存されています。そのためその間に課金すればそのままデータを引き継ぐことができます。自分でビヨンドに課金すべきか、それともチームに入るべきか、そもそもビヨンドで何ができるか、どんな仕事があるのかなどについてはこちらの動画で解説していますので参考にしていただければと思います。2つ目、ビヨンドの割引クーポンについて。ビヨンドには割引クーポンがありますが、今回私がビヨンドに直接交渉し発行してもらいましたプレミア10、こちらのクーポンコードを使うと全プランで 10% オフとなります。契約時にコードを入力するだけで使えて、新規契約だけでなく更新時にも使えます。これからビヨンドに課金する予定の人はぜひご活用ください。3つ目、配色について。私が動画クリエイターに必ずお勧めするのがこちらの配色デザインの本です。自分はセンスないから色を決めるのが不安と心配な方はご安心ください。この配色デザインの本が1冊あれば、デザイン初心者の方でも見本を真似するだけでいい感じの配色を再現することができます。書籍内にはカラーコードも記載してあるので、それを打ち込むだけで再現可能です。概要欄にリンクが貼ってありますので、興味がある方は参考にしてみてください。今回のお話はこれで以上です。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。それではまた次回の動画か Twitter か LINE でお会いしましょう。